今回の動画は2026年7月10日に実施されたアークナイツエンドフィールドの生放送をまとめたものとなります。今回のバージョンは無料編の最終決戦となる章で、10年前の災害で発生した巨大な裂け目によって封鎖域となってしまった北部地域が舞台。数定規の改良が終わったことによって裂け目の封じ込めが現実味を帯びたことから、奥義とともに北部地域に足を運ぶという流れとなるようです。その足取りの中で王龍閣にて祭の代理人の一人であるスーと出会うこととなり、スーの力を借りて数定規の最後の強化を実施。北部地域ではかつての死や友の残像と対峙しながら前に進むことになるとのこと。今回のバージョンでは新たに星6術師自然オペレーターである奥義と星6補助電磁オペレーターのリーノが実装。奥義は2つの形態があり、高いダメージを出力する形態とアーツ付着を容易に発生する形態が存在。それぞれの形態は奥義の知性と意志の数値によってどちらが適用されるかが決定。知性が意志よりも高いと人ケチ、知が意志が高いと人ケチ、意が適用されます。各スキルはそれぞれの形態で異なる効果を有しており、人ケチ、知の状態では戦技は敵に自然付着を付与した上でより高いダメージを与え、人ケチ、意の場合は高いダメージの代わりに周囲の敵を一定箇所に引き寄せる効果が発生します。連携技は人ケチ、知の場合は自然付着が付与されるか2段階以上の他のアーツ付着が発生した場合に発動可能。敵にスローと自然と寒冷ダメージ上昇のデバフ、そして2回の高いダメージを与え、人ケチ、意の場合はアーツ付着が発生すると発動でき、敵にスローを付与した上で周囲の敵にアーツ付着を付与、さらに受ける自然ダメージと感電ダメージを増加するデバフを付与します。知の状態であれば連携技のクールタイムが短く、戦技と組み合わせることで SP 変換もできるとのこと。一方の意の場合は発動条件がシンプルになり、奥義はいわゆる付着役として機能するということのようです。必殺技は意の状態であれば範囲内の敵に自然ダメージを与え、範囲内にいる敵が重攻撃を受けると追加のダメージ、さらに必殺技の形態が切り替わり、広範囲の敵にダメージを与え、陣を生成するときに腐食状態を付与。意の状態だとダメージを与えるという点は同じですが、腐食ではなく追加のアーツ付着を付与するという、こちらも付着役として機能するようです。なので奥義は知の状態であれば自然アタッカーとして、意の状態であれば自然のサポート役として機能するというマルチな性能を持つオペレーターとなります。続いて星6補助電磁オペレーターのリーノを紹介。リーノは補助オペレーターらしく、自身が火力を出すのではなく、味方にバフと回復を付与してサポートするタイプ。戦技は少量の SP を消費して敵に電磁ダメージを与えて、リーノはライブモードに移行。ライブモード中はチーム全員の攻撃力が上昇、範囲内のオペレーターを回復し、一定時間ごとに追加攻撃を実施します。つまり持続型の戦技となっており、一定時間戦技が継続するか手動で中断させるまでライブモードは継続することに。そしてライブモード中に敵にアーツ異常が発生するか消費すると連携技が発動、敵に電磁ダメージを与え操作オペレーターを治療、さらに自身の必殺チャージを回復します。さらに素質効果によって連携技発動後の一定時間、他のオペレーターが戦技を発動すると SP が変換されるとのこと。リーノの連携技はクールタイムが短いのでスキルループのつなぎとしても機能してくれるでしょう。そして必殺技はリーノはパフォーマンスモードに移行。広範囲の敵にダメージを与えて強制的に感電状態を付与、さらに味方オペレーターに攻撃力上昇と治療を提供。パフォーマンスモード中は周囲の敵にダメージを与え続けるという効果。総じてアークナイツ側でいう銀勇者タイプ、特に楽神スカジに近い性能となっており、通常時は味方の治療とスキルループの高速化、必殺技中は範囲ダメージと大量回復、チーム全体の火力上昇に寄与してくれるでしょう。ここからは新マップの要素などを紹介。新マップの中には様々な未回収アイテムが存在しており、これらは空中回収装置を用いて回収が可能。ただ単にアイテムを用いれば回収できるというわけではなく、浮力のバランスを考えてバルーンを配置することで回収が可能となります。この際に使用する携帯アイテムは専用のスロットが存在し、常時持ち歩くという形になるようです。またこれに合わせて道具箱の容量上限も5つ拡張されるとのこと。そしてこのタイミングでさりげなく告知されていましたが、今回のメイン任務をクリアすることで管理人の印も獲得できるようです。工業要素は以前に告知されていた通り、過去最大規模のアップデートが実施。新たな要素であるガス工業が追加されます。新たな素材となる不活性ガスと測定ガスは新たな設備であるガス収集ポンプで回収が可能。ガスは新マップだけでなく既存のマップでも収集できるので、各エリアに設置した工業は大規模回収することになります。ただし今回の工業は複雑化ではなく簡易化。これまでは炭とサンドリーフをこねくり回して作っていた測定はガスの力を用いることで炭と水だけで作成することが可能に。製造ルートの簡易化は設備の圧縮にもつながるので、これで強約容量の問題にも頭を悩まさずに良くなるはずです。またガスを用いることで作成できる新たな素材を用いた装備も追加されます。
これまで通りであればどれかが奥義とリーノに適した装備となるでしょう。またパイプ通過制御口と通過制御口で物流制限も可能に。そして封鎖域内には裂け目が存在しているので、こちらの中和も工業の役目となります。中和を行うには液加速錠が必要となるので、今のうちに生産しておくといいかもしれません。なお裂け目中和の研究を行った後は排水機は電力が必要なくなるとのこと。新たに2つの戦闘設備も追加されます。鉄槌迫撃砲で必要十分なところがある状況ですが、これらの設備が必要となる敵は出てくるのでしょうか。まあ映像で鉄槌迫撃砲が出てきてしまっているのでなんとなく察するところはありますが、ここからは新たなコンテンツの紹介。まずは常設コンテンツとなる戦争残響。こちらはシーズン制となるようです。戦争残響は1シーズン中にローテーションがあり、それぞれの期間では3つの難易度のステージが存在。一部ステージには特殊バフや特殊ルールがあり、それらの環境のステージをクリアすることで星を獲得。異なる難易度のステージをクリアしたことによって得られる星の数がそのシーズンの評価となり、対応した称号が獲得できるとのこと。なお最高難易度をクリアした上でサブ目標をクリアしたのであれば評価に輝き、詰まるところのメッキ加工ができるという流れです。報酬に関しては最低難易度をクリアすることで獲得可能。シーズン称号はフレンド欄に表示されるとのことですが、ローテーションがあるのでその場ですぐにクリアできなくても再挑戦の機会はありそうです。続いて2人編成イベントの紹介。こちらは以前に告知されていた通り、2人編成でイベントステージに挑むというもの。2人編成でもコンボがきちんと回るように SP ブーストや連携技のクールタイム短縮などのバフが適用されるとのこと。また編成に関しては思いつかなかった場合はシステム編成を用いることも可能です。臨時の表記があるので未入手のオペレーターも使えるかもしれません。戦闘形式に関しては2人編成ということ以外は特に変わったところはない様子なので、おそらくアタッカーとサポートの編成が上等手段となるでしょう。レジャーイベントとなる新たなイベントも開催。こちらはベータ1の時に存在していたコンテンツをリメイクしたものとなっており、ステージ上にあるオーリレンのかけらを集めながらマップを進んでいくというもの。隠しルートなどの本来とは異なるルートだけでなく、特殊ルールが課された戦闘ステージなどもあるので、うまくこなせば一気に大量のオーリレンのかけらを入手できるかもしれません。入手したオーリレンのかけらとこなしたクエストは探索終了後にポイントに変換。ポイント獲得数が一定値に到達するごとに素材などを入手することができます。各マップには新たな収集要素であるタロサイトが追加。タロサイトは基本は既存の収集物と同じですが、既存の収集物との相互関係や干渉などはありません。探索や探査機を用いて収集することで装備設計図や装飾品、写真のポーズなどと交換できるようです。写真機能ではこれまではほぼ棒立ちだったオペレーターたちに自由にポーズを取らせることが可能に。さらにオートフォーカスやマニュアルフォーカス機能が追加されるだけでなく、これまではなかったネタ寄りのステッカーなども追加されます。装飾品の方は5つ追加。奥義のお気に入りのキャットタワーのような装飾品や、リーノがデザインしたリボンがあしらわれたマイク、リーノのスタンディパネルなどのリーノ関連の装飾品が追加されます。装飾品システムの管理画面もリニューアルされ、独立したスロットが用意されるように、これで道具箱のスロットが占有されることもなくなります。D ジャン号には新たにレコード機能が追加。交換したレコードを設定することで BGM を変更することが可能となります。なお、今回は第1弾として6つのレコードが入手できるとのこと。恒例の映像の記念碑と密教の探索者は今回も実施。こちらに関しては特にこれまでと異なる点はないでしょう。ここからは今後追加される機能の先行紹介。1つ目は先行解放、武量。つまるところ、4号谷地の内容をスキップする機能です。ただ、完全にスキップするのではなく、あくまでも4号谷地の進行度は保持したままで武量に向かうというもの。本家アークナイツの8章に到達せずに9章に臨めるものとほぼ同じと言っていいでしょう。合わせて希少素材の変換機能も追加。ただ、こちらは上位素材から下位素材に変換する機能なので、既存プレイヤーが使用することはまずなさそうです。さらにオペレーターの作戦訓練を完了させると、そのオペレーターに適した装備が入手できるようになります。この装備は精密加工が最大まで行われた状態で提供されるので、とりあえずこの装備をつけておけといったもののようです。ただ、危機契約のような環境で必要となる変わった装備は自分で作成する必要があるので、あくまでも土台を提供するというものとなります。さらに、これまでは特定の装備部品でしか作成できなかった装備ですが、今後は即乗装備であっても、尺動装備部品や非動装備部品を用いての作成が可能となります。そのため、今後は1種類の装備部品ラインの作成だけでいいという形に。ただ、装備部品の必要量に差があるので、基本は上位の部品を作成した方が良さそうです。
また装備作成に必要な取引券の数が従来の 1% まで減少するので、大量作成で精密加工ができなくなったというのもなくなるでしょう。アップデート後はオペレーターの立ち絵イラストの確認が可能に、さらに名前変更機能も追加。こちらは半年に1回名前を変更することが可能となります。誕生日機能も追加。誕生日には特別なお祝いが受け取れるとのこと。なお、誕生日当日にログインできなくても2週間以内であれば受け取ることが可能です。シリアルコードの配布。こちらは次のバージョン終了まで入力可能です。メールでの各種素材の配布。こちらはすでに配布されていますが、受け取るには24日までにログインする必要があります。ログインイベント。こちらは3日ログインすることで最大3000のオロベリルと5枚の通常スカウト券などが入手できます。幸運スクラッチイベント。こちらは本家アークナイツ側にもあるおみくじイベントのようなものでしょう。ここからはバージョンイベント。いつものログインキャンペーンとスカウトイベントの告知。奥義とリーノの体験イベント。リーノの関連ストーリー。モチーフ武器の紹介。1つ目は奥義のモチーフ武器。そしてリーノのモチーフ武器となります。今回のバージョンの協約通行証の報酬は上記の通りとなります。いつもの案内イベント。ここからは今後のシステム改善の紹介。まずは専門用語の解説機能の追加。会話中にその単語がどういった意味なのかを表示することが可能となります。共有ジップラインは使用と同時に自動で整備されるように。任務では追跡開始を選択するとマップが一発で開くようになり、近くにあるワープポイントが自動で選ばれるようになります。フレンドの D ジャンゴウ訪問のロード時間はこれまでよりも短縮されるとのこと。さらに各選出のアップグレードも遠隔操作で可能となります。応接室の情報共有の時間が24時間から20時間に短縮。工業面ではマップから設備を直接的に回収が可能となります。地下配管同士の接続が図面で保持されるように。さらに地下配管は歩行距離ではなく直線距離での計算となり、接続距離も300メートルに延長されます。地下配管を転送によって接続する場合、300メートルを超えるのであれば、ポップアップによる警告も表示されるように。パイプが満たされていない場合は、どこまで満たされているのかリアルタイムで確認できるようになり、見下ろし視点ではパイプとコンベアが重なっている部分の操作性が改善されます。精錬炉などの複数の加工方法がある設備はクイック切り替えが可能に。ウィキの製造プロセスは拡大縮小が可能となり、一目で全ての製造プロセスの確認が可能となります。そして工業の最大の問題ともいえる無料場の設置上限も引き上げられるとのこと。戦闘面では新バージョンでは味方オペレーターのスキルエフェクトの度合いの変更が可能に。レーバテインなどがこれで見やすくなるかもしれません。ターゲットの優先順位の細分化も実施。移動方向にいる敵を優先してロックしたり、これまでのスキル条件を満たしていた敵を優先ロックしていた仕様を変え、手動ロックを優先するようにしたとのこと。そしてグラフィック面にも改善が行われ、 PC 版では DLSS4.5 サポート、 PS5 では進化版 PSSR がサポートされます。さらに FSR3 もサポートされるようになり、これでラデオンなどでもフレーム生成などが利用可能に。ここからはさらに今後のバージョンの先取り情報。まず1人目は代理人であるスー。2人目は金軍の人物。金軍はアークナイツ側であれば燕国皇帝である神竜の近衛軍でしたが果たして。そして3人目は猿数の少女。巨大な角と弓、紫色の髪にトゲトゲしい尻尾とギフォンそっくりな人物ですが、久しぶりの再旅者なのでしょうか。そして今後のバージョンでは雪山らしき場所に向かい、新たなコンテンツなども追加されるとのこと。雰囲気的には小紳士の舞台だった小食に似ているような気もします。システム面では会話シーンのボタンの非表示化や修正工業モードの連続設置も追加予定。育成では必要な素材などが一括で確認できるようになり、携帯アイテムでは移動速度加速などの探索に便利なものも今後追加されるとのこと。また一部ステージではクリアタイムが表示されるようになります。ここからは各種ゲーム外イベント。まずは復帰キャンペーン。恒例のウェブサイトイベントキャンペーン。奥義のウェブ漫画ギーゴとのコラボ告知。フォートナイトとのコラボ。現在開催中のコラボカフェの告知。秋葉原でのポップアップイベント。会場ではエンドフィールドをテーマにした展示などがあるとのこと。グッズ情報としてはギルベルタのフィギュアとアルデリアのフィギュア、レーバテインのフィギュアも告知されました。以上で7月10日に実施された新バージョンの予告特別番組のまとめを終わります。ご視聴ありがとうございました。